今回は、国城京四郎についてまとめて解説していきます。国城は非常人気のキャラクターで、ありがたいことにリクエストを多く頂戴しておりました。デュエルマスターズの漫画を中心に解説していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。それじゃあ、早速参りましょう。国城京四郎、残酷非情なデュエルをし、戦った者はデュエルをやめていくことから、黒い死神の異名を持つ者。初登場は、漫画がまだマジック・ザ・ギャザリングを扱っていた初期の頃となります。切り札勝負が、切り札勝利の友であり実力者でもある NAC を倒した噂を聞きつけ、勝負の実力を確かめるために、挑発してデュエルを仕掛けました。国城は勝負の激しい攻撃に追い込まれるも、それは全て演技であり、追い込まれたふりをして一発逆転することで、相手を追い詰める非情なデュエルをしていたのでした。その攻撃を食らったデュエリストは、二度とカードを触ろうとしなくなるため、国城は黒い死神と呼ばれるようになったのです。結果、国城は勝負とのデュエルに勝利するものの、勝ちにこだわったためあえて引き分けを選ばなかった。勝負のデュエルを楽しむ心にイラつき、国城は勝負を目につけるのでした。そして国城に敗北した勝負は、強くなるために、白王がいるデュエルの神殿へ修行に出かけたのです。勝負とのデュエルに勝利した国城は、白王がいるデュエルの神殿へ乗り込みます。神殿で修行していた勝負の目の前に現れた国城は、白王を守る四天衆最強の愛禅を倒します。するとそれを見ていた白王は、勝負や国城に敗北した四天衆を切り捨て、国城を新たなパートナーとして迎え入れたのでした。しかし国城には、白王を倒して日本のデュエル界を自身のものにする野望があり、白王もそれを知った上で国城を仲間にしました。その直後、勝負の挑発に乗った国城は、黒い死神の教示にのっとり、すべての敵を葬らんと、勝負と再戦することになります。しかし今度は国城が敗北。悔しさを隠しきれない国城でしたが、勝負のデュエルを楽しむ純粋な気持ちに感化され、なんとも言えぬ表情と仕草を見せました。しかし、この神殿の掟である、敗北者は消える定めにのっとり、白王の手によって爆発、医務室へ運ばれてなんとか一命を取り留め、目的地を決めぬまま神殿を去っていきました。続いての舞台はバトルアリーナ。国城もこの大会に参加しており、勝負と再会した際はリベンジを宣言していました。そして国城は第3回戦で黄昏耳と対戦。自らの力で真のデュエリストに目覚めた国城は、天使に扮したプリティキュートなミミタンを、魔国の騎士オルゲートで追い詰めますが、本性を表し、真のデュエリストに覚醒した耳にカウンターを食らいます。アストラルリーフのドローと小型銃の大量展開により、国城は逆転を許しますが、時すでに遅し、国城は8マナを払い、オルゲートと並ぶ闇文明の切り札、悪魔神バロムを召喚、耳のクリーチャーすべてを破壊して、残すのはダイレクトアタックのみ。しかしこの時、耳が放ったお礼の言葉ありがとうと、バロムの攻撃の前に逃げない耳の覚悟を認めたため、国城はとどめを刺しませんでした。この二人の戦いは個人的にめっちゃ好きでしたね。ちなみに国城が使った魔国の騎士オルゲートは、手に取ったものが謎の死を遂げる呪われたカードとして店で売られていました。とある金持ちの息子が購入したのですが、闇の力を御しきれず暴走。それを国城がデュエルで倒すことで、迎え入れたカードとなります。話を戻しますが、耳に勝利した国城ですが、覚醒したカードを狙う不破勇に、大会とは無関係なところでやられてしまいます。意識を取り戻した国城は大会会場に戻り、本性を表した不破勇と正式な大会の場でリベンジしようとしますが、すでに大会には興味がない不破勇に呪いをかけられノックアウト。その後は勝負が不破勇に勝利したことで、この大会優勝者が勝負になり、実は不破勇は兄ザキラに騙されており、本当はいい奴だったこと、そして会場にザキラ率いるガルドが乱入してきたことで、物語はそっちの方に流れて国城の安否は不明でしたが、無事呪いは解除され、バトルアリーナ編は終了となりました。デュエルマスターズファイティングエッジ。物語は、VS ザキラを中心とした新章へ突入します。国城はザキラを倒すためスペインで修行していました。その修行の場には勝負も駆けつけ、再会を果たした二人はデュエルスタート。その際、国城を死神にした元凶が、ザキラであることが明らかとなり、二度と日の目を見ぬ最も暗い地獄へ落とすと、ザキラやガルドに対する凄まじい憎しみがあらわになります。勝負より先にスペインで修行していた国城は、魔国の騎士オルゲートを召喚し、
バトルアリーナで見せたバロムをちらつかせますが、召喚したのはバロムの転生した姿、悪魔神ドルバロムだったのです。ドルバロムによって勝負の全てを破壊した国城はデュエルに勝利。国城はさらに修行を進めていきました。しかし、この修行の地にかくまっているスペインのデュエルマスター、エスメラルダの存在に気づいたガルドラは、A から Z で終わる26人の精鋭のうち、R 以降の称号を持つ別格の存在、アフターレボリューションを出陣させました。そしてここスペインの地には、リッチ&静香が参戦。国城と勝負が長い時間をかけて攻略してきた主要の地を、リッチと静香はあっという間に攻略して、国城と勝負の目の前に現れました。不明けに対して因縁を持つ国城は、目の前に立つ仇を前に激しく闘志を燃やし、スペインのデュエルマスターを守ると意気込む勝負とともに、リッチと静香を迎え撃つのでした。国城と相対するはアイスハートのデュエリスト静香。3年間デュエルのことばかり考えていた彼女が持つ最強のデッキは、切り札アドミラルクイーン。国城は序盤から静香にペースを握られ、苦戦する表情を見せますが、この顔が静香のツボにはまったらしく、静香はデュエルの最中に爆笑。死神が死ぬって超ウケるでしょと。ついに静香は切り札アドミラルクイーンを召喚。タップトリガーでマナを2枚バウンスする効果と、アクアサーファーなどで場をバウンスすることで、国城の全てを奪ってみせる静香。そのデュエルの様子は、くしくも国城のトラウマ、ザキラ率いるガルドに全てを奪われた過去を彷彿とさせ、国城は精神的にも追い込まれていきます。未だ静香のシールドを1枚も割れていない国城。ついにここまでかと、そう思った矢先、共に修行していたライバル、勝負の怒号により、気力を吹き返した国城は、1ターンで4マナブースト、開始のターンでシールドを全て割られますが、次ターンに国城はバロムを召喚、静香のクリーチャーを一掃します。しかし静香は豊富な手札からクリーチャーを大量展開、バロムの一撃から見事立て直してみせますが、国城は真の切り札、ドルバロムを召喚。これまでのデュエルで、マナも場も気力も奪われていた国城でしたが、闇以外の全てを奪う悪魔神の召喚により、最後の最後で見事やり返した国城。勝負もメタルカオスドラゴンのアクセル能力と、ボルベルグクロスドラゴンの活躍により、リッチを撃破しました。この戦いの後、ガルドに入る際に捨てた愛を取り戻した二人は、契約を破り自害。その際、二人は最後の口づけを交わして散りました。ここら辺の話はガルドの解説の時にしますね。普通にいい話で草。話を戻しますが、この二人に勝利したことで修行を終えた国城は、スペインの地を後にしますが、その際、ライバルである勝負と、再戦の約束を果たして別れます。ここまでの勝負との戦績は、まさかの2勝1敗、意外に強い国城なのでした。死神が生まれた日、ここからはひとまず、国城の過去を解説していきます。国城は物語から4年前のスペインで一人貧しく生活しており、泥棒を生業として生活していました。ある時、店の追っ手から逃れるために下水道へ逃げ込みますが、そこは人々が死神が住むと恐れている、闇のカードを守る一族が住まう屋敷に繋がっていたのでした。そこで一族の長に捕まってしまった国城ですが、まさかの食べ物と衣装を与えられ歓迎されるのです。この一族は闇のカードを守るため、世間から恐れられ隔離されている一族、泥棒として生きるしかない国城を、世間からの部外者という共通点から歓迎し、居住の許可を与えたのでした。城の中で国城は、人並みの幸せを知ることになります。ある日、この一族が守るカードが、悪魔神ドルバロムであることを知りますが、国城は一族と共にこのカードを守るといい、次第にデュエルに触れていくのでした。1年後、デュエルの実力を身につけた国城は、長の勧めで世界大会へと向かいます。しかしそこに広がるのは、ザキラに殺され倒れる無数のデュエリストたち。あまりの光景に逃げ出した国城は城へ戻りますが、なんと城は消え失せており、仲間の敗れた衣装が落ちていました。なんと、長は闇のカードと城をザキラに売り払い、一族全員の命と引き換えに、ザキラの配下となって外へ飛び出していたのでした。初めて好きになれた人と居場所を、裏切りによって全て失ったことから、ドルバロムの力で長を殺し、もう何もいらないと、何も信じないと決め、城にいた頃世話をしていた鳩を逃がし、これが人間らしいことをする最後と決め、この日をもって国城は、孤独と絶望の神、死神としての人生を歩むのでした。その後は最初に繋がって、どういう経緯か日本へ渡り、勝負と出会って、神殿で白王と、
と続いていきます。スペインでの修行後、国城は切り札勝利とデュエルすることとなります。理由は、洗脳された白王、ホワイトとのデュエルで敗北し、瀕死の切り札勝利を生き返らすため、死の国から勝利の魂を連れ戻す役目を負います。死の国へ繋がる巨大な闇へ足を運ぶ勝利を、国城はデュエルで止めようとします。瀕死でも生前と変わらぬ実力を発揮する勝利に、オルゼキアとダークヒドラのコンボでなんとか対処する国城ですが、刻一刻と迫る巨大な闇に追い込まれていきます。しかし、国城は、かつて一度だけいた家族のような仲間たち、最も信じていたものに裏切られ全てを失い、あの日からこれまで死神として生きてきたのですが、実はそこで知った人のぬくもりを忘れておらず、その心が勝利の心に火を灯すと信じられていました。結果、国城の熱い心が、勝利の魂に火をつけ、勝利のドラゴン軍団の攻撃により、二人とも現世変えることができたのでした。世界大会編では、国城の活躍はめっきり減ってしまいます。国城は南極を訪れていました。理由は、南極にいるデュエルマスター、最強の闇使いからカードをもらうためです。しかしすでに南極のデュエルマスターは死亡しており、その証はサザンクロスという熊に託されていました。その真相は先代デュエルマスターが残した日記から明らかになります。要はガルドから逃げるため南極へ来たのですが、見つかってしまい徐々に追い詰められ、とうとう逃げられなくなった時、証をサザンクロスに託して、追っ手とデュエルをするのでした。しかし日記はここで途絶えているため、おそらく追っ手とのデュエルに敗北し死亡したものと思われます。そしてその追っ手とは、ガルド最強の資格であり、X と Y の称号を持つデュエリスト、キサナブーとイエスマンなのでした。証を手に入れるため、再び南極へ来たキサナブーとイエスマン、デュエルできないサザンクロスの代わりに、国城が迎え撃つのでした。しかし、イエスマンの圧倒的な実力を前に、国城は全く歯が立たず敗北。しかしその際、デュエルマスターの力が奇跡を起こし、国城とサザンガルドを日本へ転送することで、二人は無事だったのでした。その際、サザンガルドは感動の再会を果たし、国城は最強の闇使いからカードを託されるのでした。これで国城の出番は終了です。最後はデュエルマスターズスタークロスの物語ですね。この物語は切り札勝負編のラストとなる、アダムを中心とした物語なのですが、なんと国城は最後を除いて全く登場しません。スタークロス第1話の扉絵で後ろ姿があって以降は、物語クライマックスにて、世界崩壊を止めるため全員集合する際に登場したぐらいでした。ちなみにこの時も後ろ姿だけですね。この扱いには国城自身も気にしており、番外編にてその様子が描かれています。この扱いに国城ファンは涙していたのですが、ついに国城はスタークロスにて登場を果たします。国城のスタークロス初登場はまさかの最終話。激闘の末、行方不明となった勝負。遺体は見つかっていないものの、死亡扱いとなり葬式が行われていたのですが、国城はその葬式に参列していました。認めないと取り乱す白王を制止し、ライバルの葬式を最後まで参加していましたね。その後、日本を離れる予定の国城は、白王の元を訪れ、二人が初めて出会った場所である旧神殿跡でデュエルをすることになります。全てを奪われ、強さのために全てを投げ打った両者の戦いは、お互いが最強のコンボを使用するしかないほど、激しさを極めていました。しかし白王が国城の力をわずかに上回り、国城はデュエルに敗北します。しかし、この時とどめは刺されず、二人は、切り札勝負に出会ったことで、膨れ上がっていた憎悪が消え、いつしかデュエルを愛する気持ちに変わっていたのでした。普通ならおかしくなってもいいほど、悲惨な目にあった彼らは、デュエルと切り札勝負に救われていたのでした。以上、国城について解説していきました。いかがだったでしょうか？漫画ではこんな感じでしたが、アニメでは登場機会が増えており、結構活躍しているみたいですね。また漫画解説シリーズは続けていくので、皆様のリクエストをお待ちしております。あと、思い出話もコメントから教えてくださいね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。